今秋田県の一番南にある道の駅なので、もうすぐ山形県です。ここからさらに豪雪地帯に入ります。北海道で納車されてそのまま出発して、ここまでの走行距離1074キロ、富山県へ向けて出発します。なんという除雪の量でしょうか。びっくりしました。この駐車場の雪がどんだけ降り積もったかがよくわかります。もうこの辺はしっかり除雪されています。この近くにですね、月山という山形県の約2000メーターの山があります。その月山周辺は雪が大量に降ります。ここの道の駅周辺もかなり降るんですけど、せっかくなんでもうちょっと先に進んでみます。さらに月山に近づくことになります。この先にですね、山形県の西川町というところがあるそうです。その西川町、なんと青森県の酸ヶ湯より雪が積もる実質隠れ日本一らしいです。というのも、西川町には気象庁の観測所がないそうです。なので公式のランキングには入らないようです。もういわば日本一というか世界一の豪雪地の可能性があります。どんな町なんでしょうか。で、そこには温泉併設の道の駅もあるようです。ちょっと怖いですが行ってみます。日が暮れる前に着いてよかったです。また一段と雪が激しくなってきました。かなり広い道の駅で除雪されているので、駐車場は綺麗です。この駐車場の端っこ見てください。すごいですね。この雪をガーって集めて、あそこに雪が溜まっています。すごい高さです。くっきりこの除雪の型が残っています。今夜はかなり積もりそうです。ここが道の駅併設の温泉です。水沢温泉。雪景色の中にあったかい光が映えますね。サウナもあるようです。こちらが道の駅のショップなんですけど、すごい綺麗です。24時間のトイレもかなり新しいです。もう誰もいない、どんな秘境の道の駅かと思っていたんですが、ここは当たりですね。来てよかったです。地元の食材売ってそうなんで見てきます。少し日が暮れてきました。雪の量増えてきましたね。一旦車内で休憩します。はい、車誰もいない橋の方に移動しました。今日の夜は結構冷え込んで氷点下以下に温度になりますんで、サイドブレーキやめて輪止めにしときます。少しの時間車を置いただけなんですけど、もう積もってきてます。じゃあワイパー上げてフロントシェードしておきます。今日はもうフロントカバーはやめて中のシェードだけにしておきます。
ただきます。温かい飲み物と温かい食べ物で心も体も温まりました。はい、サブバッテリーの電圧なんですけど、電子レンジ1回使って 12.8V ですね。電圧から残量を見ると 12.8 なんで、だいたい 85% ぐらいですね。今日は結構電気があります。こちらの収納なんですけど、途中ホームセンター寄ってこういったバンドで固定しました。やっぱり走行中ですね、カタカタ音がしていました。で、倒れそうで怖かったんで、山道とかだったら結構揺れます。なんでこれで走行中は固定していました。これをしてから結構安定してくれました。今はこの仮で置いてる収納なんですけど、後でどう DIY しようか妄想が膨らんで楽しいです。なんか昨日大きいボックスにスライドレールを組み込んでこう出したりこっちが出したりするとかなり収納は使い勝手良さそうです。さあ、それではお風呂行きます。このリアの収納は外から出て取ります。わ、結構また降ってきましたね。でも気温がまだ氷点下ぐらいなんでそんなに積もってはないです。この後どんどん夜気温下がってきますので、そこから傘が増してきそうです。はい、着替え持っていきます。気持ちよかったです。体温まりました。屋根からすごい雪が落ちてきています。これすごいですね。どんどん雪が前に来てます。屋根が覆いてるわけではないと思うんですけど、上の雪がどんどん落ちるシステムです。これどうなってるんでしょうか。豪雪地ならではの作りですね。お風呂の方はなんと350円でした。めちゃくちゃ安かったです。ただサウナは別でした。はい、もう車がえらいことになってます。それでは中で温まります。ちょっと出入りするだけで雪がかなり入ってきます。この玄関あって本当に良かったです。ここである程度雪を落とせます。で、ベッドは雪がつかないので濡れてない状態でくつろぐことができます。とりあえず風なんで車内温めます。今の車内の気温は 2.2 度ですね。さあ、あとはもうカーテン閉めて車内でゆっくり宴を楽しみます。はい、最高の落ち着く空間ができました。荷物を整頓しないとすぐに狭くなってしまうんですけど、こうやってカーテンを閉めると秘密基地感が増します。そして座ったまま何でも手の届くこの位置、自分にとってはもう特別な空間です。
それでは晩ご飯なんですけど、この楽しみにしていた芋煮、もうレトルトなんですけどパックで売ってましたんで、こちらいただきます。この山形の郷土料理芋煮なんですけど、何種類か味があるみたいなんですけど、今回は芋煮醤油味です。このアルミ箔鍋ありますんで、こちらで温めます。もうヒーター効いてるんですけど、車内結構あったかいです。すごくいい匂いしてきました。それではいただきます。ごちそうさまでした。すごい好きな味でペロッと一瞬で食べちゃいました。で、今回絶対美味しい出汁が出ると思ったんで、もう鶏箸、食べる箸と別にしました。なのでこの汁、明日の朝また料理に使います。はい、じゃあラップして保存しときます。明日の朝方の最低気温が朝6時でマイナス6度まで下がるようなので、もうこのスープは冷蔵庫の上、ここに置いておきます。そしてこの一酸化炭素警報器なんですけど、実はですね、一回 50ppm 超えまして、で、ピピピってなりました。このアルミホイルとガスコンロの組み合わせ良くないんですかね。ちなみに風断はその時切ってました。カセットガスもまだ燃料ありますんで、不完全燃焼ではないと思います。カセットガスでアルミホイル鍋使うときは、ちょっと様子見ながら気をつけたいと思います。で、とにかく窓は大きく開けておいた方がいいですね。ちなみにこの ppm なんですけど、普段は風断使ってるだけでしたら 1ppm か 3ppm とかそのぐらい低いです。さあ、それではトイレ行くついでに外の様子見てきます。結構積もってる可能性ありますんで、厳重装備で行きます。今は雪少し収まってますね。はい、道の駅は誰もいません。シーンと静まり返っています。すごい静寂な世界です。で、道の駅なんですけど、結構明かりがついてますんで怖さはないですね。駐車場はそんなに積もってないですね。これ多分ロードヒーリングあると思います。傘が少し減っています。ところどころこんな感じで雪が溶けているとこありますんで、多分これ熱で温まって溶けているんだと思います。融雪装置があってもこの量ですね。すごいですね。もうミラーなんかどのぐらいですかね、15センチぐらい
縦にこのスペースに積もっています。でワイパーですね、すごいですね。あんな少ない面積のところにもこんなにも積もっています。で屋根の前の方の雪はこのフロントウィンドウの方に落ちてるんですけど、ソーラーはもうそのまま積もってますんで結構な傘になっています。これ明日の朝また落とします。結構この辺は凍ってますね。カチカチに雪が溶けて凍ってる感じですね。それではトイレ借りてから車内で寝る準備します。しかしこの空間いいですね。なんかもうすぐにでも眠れそうです。はい、じゃあ今日もシュラフ20にして眠ります。外気温が朝方マイナス6度なんでこの水凍ってないといいんですけど、今回山形県も初めて来ました。ご飯美味しいし景色もよく秘境もたくさんありそうです。ずっと食べたかった芋煮今日食べれてすごい嬉しいです。芋煮にハマりました。醤油みりんベースなんでもう誰が食べても美味しいという味です。山形県の人は芋煮会というパーティーをたまに行っているらしいです。確かにあの鍋はみんなで食べたら美味しそうです。今回山形県は1泊だけですが、またこの旅が終わったら必ず車中泊しに行きたいと思います。明日は隣の新潟に入る予定です。まだまだ豪雪地帯は続きます。とりあえず明日の朝ですね、この隠れ日本一の豪雪地帯西川町の雪の量を見たいと思います。おはようございます。短い時間ですがぐっすり眠れました。現在車内は 1.4 度ですね。寒いです。あ、でも結露が凍ってはないですね。濡れています。さあ着くでしょうか。あ、大丈夫ですね。もうお弁当マに入れてないカセットガスボンベでもそのままつきました。じゃあもうこの電源切っときます。あ、風暖消えました。でまだちょっと入ってますね。やっぱり寒かったようです。じゃあお弁当ウォーマーに入ってたカセットガス使ってみます。はい、それでは先ですね、外の様子見てみます。除雪車来ていないか、あと車埋まってないかですね、チェックしていきます。隠れ豪雪日本一、どんな感じなんでしょうか。
これで準備万端です。おー、すごい。めちゃくちゃ増えてる。雪は止まずに一晩ずっと降り続けていた感じです。タイヤ半分ぐらいまで雪が来ています。マフラーの吹き出し口は大丈夫ですね。埋まってません。でも結構もう残り15センチぐらいで埋まっちゃう感じです。このランプのところもガチガチに凍っています。これバックドア凍って開かなそうですね。でも富山の方がもっと積もってるんじゃないですか。あ、富山は結構はい降りますね。ワンちゃんすごい嬉しそうですね。そうなんです。すいません。あ、いい。申し訳ないおしっこなんですけど。今日はどのぐらいの雪ですか？今日は意外と積もってないなと思って。じゃあまだまだって感じですか今日は。さすが隠れ降雪日本一ですね。今日は全然だそうです。これで全然ということは本気出したらどうなるんでしょうか。怖いですね。わ、屋根もかなり積もってますね。でも前に落ちていません。最初の方は屋根の雪が落ちてこのフロントウィンドウに溜まっていたと思うんですけど、もうフロントウィンドウもいっぱいになっちゃって落ちることができなくなって埋まっちゃってる感じです。結構雪がねサラサラなんで、もうこのまま出れると思います。お、ドア開きました。このミラーの上も結構積もっています。出てきました。はい、じゃあルーフから落としていきます。あ、サラサラなんでもう全然力いらないですね。さーって落ちていきます。このソーラの上がすごい積もってますね。ミラーがもう全く機能なしていません。はい、じゃあフロントウィンドウを落としていきます。すごいですね。うわ、すごい。これフロントウィンドウにはこんだけ積もったの初めてかもしれません。でもさっきも言ったんですけど、すごいサラサラなんで、もうわーっと押していきます。ガラスも凍ってないですね。雪が溶けて氷点下になって凍って取るの大変なんですけど、温度低かったみたいなんでサラサラで溶けていません。なので凍ってもいません。雪がこの前の雪がね、運転中ブレーキとか踏むと前に落ちてきて見えなくなるんで入念に落としておきます。はい、除雪完了しました。もうこのまま前出てみます。道の駅はまだオープンしてなくて、で橋の方ですね、結構ロードヒーリングで雪溶けてますんで、そっち側に移動しておきます。結構雪が溶けていて除雪が入れないエリアに来ました。こう溶けています。すごいですね。これ多分ロードヒーリングだと思います。中にパイプみたいに入っていって、熱湯ですかね、そのあったかいお湯が地熱を利用して回って溶けていると思います。もしくは電気式ですね。自分の住んでいる富山県北陸は水の出る融雪装置が多いんですけど、こっち側は道路に埋め込まれているタイプが多いんですかね。これだったら水もかからないんでいいですね。でもこうやってロードヒーリングで雪が溶けていているにもかかわらず、その上からさらに積もってくるぐらい雪の量が多い地域です。でも絶対ロードヒーリングのおかげで除雪の量は格段に減っていると思います。なんかこっち側にはですね、公園があるようです。ここロードヒーリングないんでかなり積もっています。でもこれが本来のこの辺の積雪量ですね。何もしないとこんな感じになっちゃうんですね。これ公園の橋なんですけど、もう渡れないですね。ご飯食べてからちょっと遊びたいなと思ったんですけど、ちょっとこれは後で考えます。また雪が強くなってきました。とりあえず一旦車内で朝ごはんいただきます。
卵もいい感じに固まってきました。それではいただきます。はい、ごちそうさまでした。それでは次の出発へ向けて準備します。やっぱり冬の車中での鍋は快適で早くて美味しくて最高ですね。朝は火がつきにくかったんですけど、一旦車内温まればカセットガスも問題なく使えます。日本一の豪雪地帯ですが、温度は北海道より低くないので寒さはまだマシな感じがします。今回山形県の南の方を来ましたんで、次は北の方や海側も探索してみたいですね。はい、一瞬でまた積もってきてます。ちょっと暖気運転しておきます。わあ、すごいですね。雪が減ってもまたすぐに積もってきます。で、今からですね、また天候が荒れてくるそうです。ここからさらに山形県を南下していって新潟県へ向かいます。夜になって天候が荒れる前、早めに車中スポットについておきたいと思います。はい、無料のバイパスみたいな道路あったんで入ったんですけど、これが失敗でした。ガチガチに路面が凍っていてですね、すごいガタガタしています。でもみんな速度出せないんで、かなりゆっくりの30キロ40キロ走行しています。視界は最悪で、もう雪で見えなくなってきました。たまにすごい凹凸があって跳ねます。これはやばいですね。下道の方が良かったです。山形県と新潟県の県境に向かっているところなんですけど、今前にトラックあるんですけど、そのもう前の車が吹雪で見えなくなってきました。もうこの辺もすごい、ちょっとしたわだちのルートの選択を間違えるとすごい凸凹です。もうゆっくり、できるだけゆっくり行きます。もう今日は全然止む気配ありません。そしてここの道の駅、なんとスキー場すぐ横ですね。空こんだけ降るわけですね。いやー、しかし山形県の道、気も冷やしました。今までこの旅で一番激しい雪道でした。北海道より気温が高いんで、たまに雪が溶けるんで、それがまた凍ってツルツルになります。で、また山形から新潟への交通手段の国道だったんで、交通量が多いので凸凹でした。いろんな条件が揃った道でした。屋根から落ちた雪、もう壁になってます。どのぐらいでしょうか。もう 2.5 メーターぐらいありそうです。この辺の建物の屋根の近くは結構危険です。それではちょっとショップ寄ります。フードコートもあるんで、なんか食べていこうかなと思ったんですけど、暗くなったら怖いんで、もう先に新潟に入ります。なんか先から雪がですね、真横に飛んでいます。そのぐらい風が強いです。
いやー、ホワイトアウトびっくりしました。今までもこういった状況あったんですけど、もう今日が一番すごかったです。先ほどの山形県と新潟県の県境の峠の道より荒れた一番大変な道になりました。高速道路だったらまだライトとか結構あるんですよね。でも山道なんで本当に何もなくって、もう日が暮れてしまって、前の車がいなかったら自分多分もう動けなかったですね。いや、新潟の山奥の雪風桁違いでした。でも幸いなことに道の駅は結構新潟あるんですよね。比較的近くにあってよかったです。マップで確認したんですけど、近くにお風呂はないですね。というかもう吹雪もすごいんで動かないでじっとします。お風呂は今回の旅でかなり楽しみなんですけど、もう今日はしょうがないですね。早く寝て明日の朝早く出発します。やっちゃいました。外出てないんでワイパー開けてなかったんですけど、今窓開けるためにパワーウィンドウスイッチを押すときにワイパー動かしちゃったんですけど、ガガガーって嫌な音しました。ちょっと一瞬外出てワイパーだけ上げてきます。ちょっと吹雪マシになっててくれてないんですけど、うわ、もうすでに結構積もってる。うわ、すごい、サイドミラーがえらくなってます。はい、これで OK です。なんか異様な雰囲気です。車内入ります。いや、ちょっと吹雪マシになってくれててよかったです。自分違う車なんですけど、一回車出た時に鍵を持っていくの忘れて勝手にオートロックみたいなのかかった時あったんですね。なんでもう入れなくて JAF 呼んだことあります。それを思い出しました。もし今この状態で外出てオートロックかかってしまったら本当にやばいかもしれません。携帯も持って行ってなかったんで、絶対携帯はもう身に離さず持って行った方がいいですね。幸いこのピクシズは中に鍵を置いたままでもオートロックかかりません。いただきます。はい、ごちそうさまでした。やっぱり風の音が結構すごいですね。この後もさらに吹雪きそうです。今アプリでニュース確認したんですけど、ここの場所警報来てますね。大雪警報、雷注意報、雪崩注意報、着雪注意報、かなり雪降りそうです。これ今日止まった
山形県の隠れ日本一豪雪地の西川町より絶対積もると思います。というかですね、今までの雪中車中泊の中で一番積もりそうです。明日早めに起きて雪かきします。今日は本当になんか気が疲れました。さすがにちょっと心が折れそうになりました。もう本当にホワイトアウトの時にハザード焚いてから横に止まってどうしようか頭の中がぐるぐるぐるって回りました。でも後ろから車のライトが来たのが分かったんで本当に助かりました。知らない土地の雪道、大雪の日は先頭を走らない方が絶対ですね。地元の方に先頭を走ってもらった方がいいと思います。身をもって体感しました。あったかくなったんで切ります。ちょっとだけ横になります。このマットをはめて、もうこっち側だけ上半身にして広くして、こっち足にして寝ます。もう走行できません。マジか。ここで走行不能。まさかの旅の終わりです。ございますので、お気をつけください。